5分でわかる水彩画。今日はこちらの絵を描きますよ。よろしければね、評価とチャンネル登録をお願いします。はい、今回はね、かわいい教会を一緒にね、描いてみましょう。まず一つ目のポイントですね。教会の形です。このようにね、長四角の形を縦横に組み合わせます。それに少し厚みをつけますね。そして屋根は三角です。ここにも厚みをつけましょう。そしてこの塔の上にもこのように少し長めの三角を乗せます。さあ、これで基本的な形はできたんですよ。そこにちょっとね、窓をこのようにね、左右対称に描いていきます。周囲に木があったりするといいね。やっぱりそれで雰囲気全然変わります。では塗ってみましょうね。今日の教会の建物、白い壁をしています。でも何か楽しくなるようにね、少しこのように暖かい色を薄く塗りましょう。地面は黄色で塗っておきます。樹木もちょっと塗りましょうね。はい。そしてね、この教会の白い壁が白くわかるように空を塗ります。ほら、ね、こうやってたっぷりの具でさーっと塗ってあげると、教会の壁の白さが見えてきましたね。もう本当にたっぷりの絵の具でね、わーっとのびのび塗りましょう。では今度はこんなブルー紫のような色を作って、実はこれがね、2つ目のポイントになります。こうやって日陰をはっきりと塗っていきますよね。そしてね、ここです。これが2つ目のポイントです。斜めの日陰。ね、これはこの高い塔の部分の日陰が下の建物の壁に映ってるわけですね。これを投影、ね、投げる影と書きます。ね、これは2つ目のポイントですよ。投影です。ほら、ね、この長い四角の建物の部分と、それから下のね、横長の建物の部分が一体化したでしょ。このね、投影ってのはとても大事なんですね。さあ、2つ目のポイント、もう通過しましたので、あとはちょっと細部をね、その雰囲気で描いていきましょう。屋根ね、三角形でしたね。長三角ですよ。フラット塗りです。こんな感じね。さあ、だんだん感じ出てきたかな。窓はできるだけね、人たち描きましょうね。さあ、それでは周りをね、少し塗っていきましょう。ここね、緑の木です。ね、緑の木々に囲まれた教会。いいでしょうね、とっても素敵な雰囲気になると思います。こうやって木の描き方は、私はね、他の動画でもアップしてありますので、ぜひ見てくださいね。地面も軽くね、何か芝生のような感じで描いてから、暗いグリーンを塗ると、建物がしっかりと地面の上に立っているって感じになります。さあ、ここ乾いたからね、塗っておきましょう。こんな感じだね。さあ、教会っぽくなったかな？これはね、建物を描く基本的な部分がね、勉強できますので、ぜひやってみてくださいね。はい。
木や幹を描きましたよ。では乾かして、ちょっといらない線を消してね。どうだろう。いいかな。はい、出来上がりです。はい、5分で描くシリーズね。今回は教会を描きました。ね。この5分シリーズってのは、柴崎のね、動画を少し参考にしながら絵の勉強したいなという方にもお役に立つようにね、比較的書きやすそうな、テーマを、柴崎は選んでね、いつも撮影してます。ぜひね、頑張って挑戦してみてくださいね。今回の教会は2つポイントありましたね。まず形の捉え方で、流し角の2つを組み合わせる。そしてそこに三角の屋根をくっつけるということでしたね。もう一つが投影というもので、影が高い塔のその影が下の建物にこう映るというね、その考え方ですね。これは結構大事なんですよ。ね、そのポイントをしっかりね、頭に置いて頑張ってみてください。はい。それから、柴崎はチャンネルメンバーシップをやっています。これは、柴崎は自分で言うのは変ですけど、結構ね、楽しくてお得感があると思います。ぜひ、あなたもね、ご参加ください。またそこで、今まで以上にね、お友達になって柴崎とお話ししませんか？はい、今回も最後までね、ご覧くださって本当にありがとう。またすぐにお会いしたいと思います。それではまた。いかがでしたか？チャンネル登録もよろしくお願いいたします。